今回はタロットカードのペンタクルの4の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第44話スタートです。カード名ペンタクルの4。ここに何とも身勝手な男がいる。男の名前は加藤大輝。大きな輝きを持つようにとつけられた名前のようだ。親としてはその大きな輝きにより将来の安泰を考えたのだろう。しかし親の思いとは実らぬものらしい。この男、高校生の時にネットにはまり、自分でチャンネルを開設した。最初は友達と多くの夢を持ちながらの開設だったようだ。ところが大学に進学すると、友達は別々の大学となり、中には遠方の大学に入る者がいたり、就職する者がいたりで、結局残ったのは自分一人だった。高校の時に開設したチャンネルは残っている。そこで一人で運営をしていこうと考えた。ある程度のフォロワーもいるし、きっと自分ならばやっていけると考えたようだ。大学に進学すると、勉学に勤しむどころか、あまり講義にも出ず、チャンネルを育てることばかりに躍起になった。新たに友達を誘って仲間と続けていけばよかったのかもしれないが、大輝が考えたのは、どうせ中途半端な気持ちでやられて、大学を卒業したらチャンネルどころじゃなくなるに決まっている、ということだった。高校卒業とともに味わった苦渋を二度と飲みたくないと思ったのだろう。しかし、一人で今までと同じことをやろうとしても、なかなかうまくはいかない。そこで大学に行くのはフォロワーを増やすためと目標を変えてしまったわけだ。勉強のために大学に行くのではなく、フォロワーを増やすために大学に行く。そのためには不細工な見た目ではダメだと思ったようで、とにかく自分という男を磨くことに日々努力した。前髪を長く垂らし、眉を整え、顔色がよく見えるようにと化粧までする。その努力は涙ぐましいくらいだ。そんなこんなで確かにフォロワーは増えた。高校時代は笑えるネタを追求したり、夏には恒例のオカルトにシフトチェンジしてみたりと、男も女も関係なく楽しめるネタを探していたのだが、見た目重視にしてからは、とにかく女子から注目され、女子のフォロワーを増やすことばかりを考えた。おかげで女子のフォロワーは増えたし、付き合ってほしいと言われることも多くなった。まさに今こそ春という感じらしい。高校時代には彼女もいなければ女の子と付き合った経験すらなかったのが、大学に入ってからは世界が変わったように女子の方から近づいてきて、多い時には一度に3人の女の子と付き合ったりもしている。チャンネルもどんどん成長を続け、これならば大手の仲間入りも夢じゃないと思えるほどだった。そんな時に知り合ったのがみちるという女性だった。大輝と同い年のみちるは誰から見ても美しく、周りの女性など比べ物にならないほどだ。そこで何とかしてみちると付き合いたいと思った大輝はアタックを開始した。開始はしたものの、その時にも彼女と呼べる相手が3人いたのだから、本当にどうしようもない男だ。だが本人はどうしようもない男というレッテルを何とも思っていないようで、モテるんだからしょうがないだろうと笑っている。付き合っている女の子たちはモテる男を自分のものにできているという優越感があるようで、浮気されていることに気がついてもいないようだ。
なんともおめでたい。いや、それだけ大輝のやり方がうまいのか姑息なのか、まあ女の敵であることは確かのようだ。みちると仲のいい友達に仲介役を頼み、飲みに誘うとみちるは臆することなくついてきた。酒はいける口のようで、周りの話を聞きながら静かに飲んでいる。大学生なのだから、もっと羽目を外すような飲み方をしても良さそうなものだが、やたらと品がいい。大輝はそこにも惚れ込んでしまったようだ。ねえ、みちるちゃん、俺さ、配信してるんだよね。今度見に来てよ。大概配信しているといえば配信者なんだと話が弾むものだが、興味がないのか何なのか全く話に乗ってこない。それでもあの手この手でなんとか距離を縮めていった。こうしてなんとか大輝も友達の中の一人として名を連ねることができたのだが、そこからが一向に進まない。自分のような有名人と付き合えるチャンスが目の前にぶら下がっているのに、全く食いつこうとしてこないことに苛立ちを覚えた大輝は、とうとう自分の方から交際を申し込んでしまった。これが大変な事態になるとは思ってもいなかった大輝は、付き合ってもいいと言われたことで有頂天になった。でも私と付き合うなら、今付き合っている彼女さんたちと別れてね。思わず絶句した。今まで付き合ってきた彼女たちは他の女の子ときれなんて言ってこなかった。自分が一番だと思い込ませたというのもあるが、みちるにはその手が通用しないのだ。みちるの他に彼女なんていないよ。背中に冷たい汗をかきながらも大輝は引きつった笑いを浮かべた。しかし何をどう言おうとみちるは能面のような表情を崩さなかった。私と付き合いたいなら他の子と別れてくれないと嫌だわ。という言葉を繰り返すだけだった。でも彼女たちは付き合っているわけじゃなくて、俺のフォロワーってだけだし、俺みたいな有名人はファンがいてこそだからさ。本当に有名人ならば3人や4人のファンがいなくなっても痛くも痒くもないでしょ。まさにその通りだ。痛いところを突かれ、なんと返事をしていいかと考えていた時に、みちるはそれができないのならば付き合うことはできないからと冷たく言い放った。大輝としては一人でも多くのファンをつなぎ止めておきたいところらしく、これは困ったことになったと真剣に考えた。しかしそこにはファンだけではなく、付き合う女の子は多い方がいいという自分勝手な考えが潜んでいる。ファンも500人よりは1000人欲しいし、1万人よりは10万人欲しい。たとえ夢が叶って30万人のファンがいたとしても、それでは納得がいかないとすら思ってしまうのが最近の大輝なのだ。なのにこの段階でみちる一人に翻弄されるように他の女子を切ることなど果たしてできるのだろうか。これほど身勝手な男なのだから、きっとみちるを諦めて他の女の子に目を移すだろうと思われたが、そこは生粋のおかずりしのようで、他の女の子を切るふりをするという荒技に出たのだった。みちるが見ている目の前で女の子たちの連絡先を削除し、別れの言葉を LINE してみせた。別にきっちり相手の女の子に送らなくても、自分が自分に送ることだってできるわけだ。こういう時のために携帯は2台持っているのだから、そのくらいのことは簡単な話だ。こうしてみちるを騙すために無駄な努力を続けた大輝は、見事みちると付き合うことができたのだった。さて付き合いはしたものの、みちるの束縛心の強さは半端ではなかった。
デート中に他の女の子に視線を向けたというだけでものすごい剣幕で怒られる。仲間と話している時に自分の方を見ていないというなんとも理不尽なことで怒鳴られる。大学構内で女の子と挨拶を交わしただけで睨まれる。自称イケメンが他の女の子と一切の交流を断たれたわけだ。それはストレス以外の何者でもないだろう。しかしそれでも大輝は頑張った。それほどの魅力がみちるにはあったのだろう。ところが付き合いだして半年が過ぎた頃だ。さすがの大輝もこれはまずいと思い出した。というのも生配信している時にやってきてコメントをしてくれるのだが、自分が彼女なのだから他の女の子は来るなと女の子が来るたびに言うのだ。顔を出してまで配信しているのもすべては自分の顔を売るためで、女の子受けするように自分を作っているのもすべては女の子のファンを作るためだ。それなのにそれらのすべてを壊されていくのだから、さすがに冗談じゃないと思い始めた。こうなってくると可愛さ余って憎さが100倍どころか1000倍にもなるらしく、これ以上は付き合えないと思い始めた。みちる、こんなことをするならばお前とは別れる。とうとう別れを宣言した大輝だったが、きっと別れたくないからもっとおとなしくするとみちるの方が軟化するだろうと思っていた。ところが軟化するどころか今にも刺し殺されるのではないかというほどの眼光で睨まれたのだ。自分から付き合いたいと言っておいてそんなことを言うの？私と別れて他の女と付き合おうって魂胆でしょ？外れとは言い難い大輝はぐうの音も出ない。そんなことはないとはっきり言えればいいのだが、みちると別れたらまた別の女の子と楽しくやろうという魂胆が見え見えすぎる。絶対に別れないからね。それからも生配信ばかりか動画のコメント欄にまで自分が彼女であるとアピールしだし、そのコメントの数たるや尋常ではないのだ。もう頭がおかしいのではないかと思うほどだ。しかし話せば理路整然。おかしなところはないのだが、大輝のことになると常軌を逸してしまうらしい。俺はもっとでっかくなるために頑張っているのに、もっとでっかくなってチャンネルだって世界で一番になるくらいに努力しているのに、なんであいつは俺の邪魔をするんだ。ところがこの話が話題となり、ツイッターでも騒がれ始めた。女性をターゲットにしていたのに、なんと男性が見に来る。しかも動画の内容なんてお構いなしでコメントを読みに来るのだ。さらにはみちるのコメントにコメントしていくような輩まで現れ、みちるを応援していく。どんな神経してるんだよと憤る大輝だが、その憤りを動画にしたものだからさらに面白がられる。ならばいっそその路線で動画を上げていったらもっと反響を呼ぶのではないかと、みちるに対しての動画を次々に上げていった。すると面白いように登録者が増えたのだ。こうなってくると大輝の爆心が止まることはなく、さらにエスカレートしていった。もはや女性のファンを獲得しようと意気込んでいた時の大輝はそこにはなく、口汚く罵り相手を貶めるような言葉を並べるだけのチャンネルへと変化していった。だがみちるへの暴言も聞き飽きたのか、徐々に動画を見てくれる人が減り出したのだ。一時はうなぎ登りだったチャンネル登録者数も右肩下がりに減っていくではないか。大学卒業後は就職せずとも配信者でやっていけると思っていたのに、とんでもないことになったと思った大輝は思案に思案を繰り返した。みちるへの怒りをぶつけた動画が視聴率を稼いでいたのは確かだ。
だとすると、視聴者は正当な動画よりもああいった類の方を好むんじゃないのか。そこに行き着いた大輝は次なるターゲットを探すべく自分の配信に来ているファンにイチャモンをつけ出したのだ。口調穏やかでイケメンを売りにしていたはずが、口調は荒く人を貶める言葉を並べるだけの最低な男の姿を露呈させていった。面白がる連中が残り、大輝のファンだったはずの女性は大輝の変貌ぶりに配信に来なくなった。それでも新しいファンができればいいのだと恐れることなく突っ走り続ける大輝だった。数ヶ月が過ぎた頃、毒舌を売りにしたトークを続けていた大輝のチャンネルは、どんなに配信を繰り返しても数人が聞きに来る程度となっていた。ひどい時にはちょっと覗いてすぐにいなくなってしまう。こんなんじゃ有名になんてなれない。どうしたらいいんだよ。もうすぐ大学も卒業だっていうのに、俺はどうしたらいいんだよ。低迷を続ける大輝は焦っていた。あれほどいたファンが今では数少なく、友達が数名いる程度。このままではいずれチャンネルを閉鎖することになる。そうなれば就活をしてこなかった大輝は就職浪人になってしまうばかりか、大学を卒業したら親からの仕送りは断たれてしまう。そうなればあっという間に生活が困窮することは目に見えているのだ。今から就活するにしても、どこの企業が大輝のような男を雇ってくれることだろう。一発逆転だ。一発逆転を狙うんだ。毎日毎日血眼になりながらそればかりを考えていたが、どんなに考えてもいい考えが浮かんでくるはずはなく、思い出されるのは高校時代に友達とやっていた頃のことばかりだ。あの頃は毎日が楽しく、どんな動画を作ろうかと友達と話してばかりいた。どんなにくだらない内容でも考えることにワクワク感が止まらず、楽しくて楽しくて輝く毎日だったのだ。動画を作ることこそが自分の天職なのではないかとさえ思われた。登録者が一人増えただけで嬉しくて、動画を見てくれる人のために企画し作り続けた。それが今は動画を作ることが苦痛で仕方ない。どんなに作っても再生回数がいかない。作っても作っても楽しいと思えない。だんだんと何のために作っているのかもわからなくなりだしていた。ほんの数人がお情け程度に残っているチャンネルにどうしてしがみついているのかすらわからない。それでも何とか続けなければ大学を卒業後に何ができるというのか。目が覚めていると明日の自分に不安を抱き、眠ると悪夢にうなされた。毒舌トークに変えてはみたが、それすら飽きられている。もうどうしたらいいのかわからない。最近では大輝と付き合いたいという女子すらいない。それどころか、みちるの一件以来、大輝がそばに寄ると虫けらを見るような目で見られるのだ。当のみちるからは配信中に罵倒して以来、何の連絡もなしと来ている。こんな時に彼女でもいてくれたらまた違ったのだろうが、それすら望めないわけだ。大輝はパソコンに向かいながら呆然と画面を見つめていた。ちょうどその時だった。友人の一人からメッセージが届いたのだ。見てみると一つの URL が載せられていた。いいチャンネルを見つけたから見てみるといいというのだ。一体どんなチャンネルなのかとクリックしてみると、単なる料理の紹介動画のようだ。これのどこがいいと思うのか、どう見てもごく普通の動画だ。しかし友達がいいというのだから、きっとどこかに面白みがあるのだろうと進めていくと、あることに気がついた。それは声だ。聞き覚えのある、透明感のある声。
動画の中では料理を作りながら元彼について話しているようだ。その内容が聞けば聞くほどクソのような男で、どうしてこんな男と付き合っていたんだろうと思うほどだ。自分勝手で二股三股するのは男の解消くらいに思っているようだ。しかも自分のことを超イケメンと勘違いしている痛いやつらしい。そして以前は飛ぶ鳥を落とす勢いだった配信者。と、ここまで聞いて大輝は息を飲んだ。これって、俺？次の瞬間、画面にみちるの美しい顔が映り、にこやかに笑っているのだ。どうなってるんだよ。大輝はみちるの登録者数に目をやった。すると、動画自体はまだ数本しか上げられていないのに、その数字は10万を超えている。動画の中のみちるは登録してくれてありがとうと喋り、自分が動画を出そうと思ったのは元彼のおかげだと続けている。動画を見終わった大輝はすぐにみちるに LINE を送った。すると秒で返信が来たのだ。動画見たよ。ありがとう。あれ、俺のことだろう。そうよ。俺のおかげで動画を作る気になったって。そうよ。みちるは淡々と言葉を文章にして送りつけてきた。その内容は、大輝のような男と知り合うことで、どんな動画を作ったらいいのか分かったこと。大輝のような男によって、女の人が泣かずに済むようにという願いを込めていること。そして何よりもあんな振り方をした大輝に腹いせがしたかったというのだ。動画を作ることで腹いせにはならないだろう。なるわよ。だって大輝は登録者ばっかり気にして動画の内容なんて全く気にしていなかったでしょ。私はその逆に動画の内容を精査して作ることであっという間に10万人突破したの。あれほど登録者を気にして有名人になりたがっていたのに、今では底辺よりも地に潜ったあなたを私は上から見下ろしているのよ。これ以上の優越感なんてないでしょ。確かにその通りのようで、身勝手で自分のことしか考えていなかった男にとっては最大の落とし穴だったようだ。結局大学卒業までに復活を果たせなかった大輝は悔し涙を流しながらも配信の世界から消えていったのだった。成功を求め続け、大事なものを見失った男。それが加藤大輝だ。いかがでしたでしょうか。このカードは求めれば求めるほど事態が悪化する可能性を暗示しています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。